あなたのスパロボはどこから？私は EX から。どうも、ヒデジオです。お疲れ様です。そう、スパロボといえばね、私の中では EX なんですよ。というか、EX と第3次アルファしかやったことないんですけれども。というわけでね、今回作っていきますのは、こちら、寿屋のサイバスターです。こちらのキット、発売は2006年、定価は3000円となっております。ちなみに今回浜北鑑定団さんで購入してきたんですけれども、お値段がですね、なんと1500円、半額、税込みでも1650円です。ありがとう浜北鑑定団さん。とはいうものの、半額になってると何か罠があるんじゃないかと勘ぐってしまいますね。まだ怖くて箱開けてないですけれども、中身がちゃんとしてるのか大変不安です。それでは開けていきましょう。鬼が出るか蛇が出るか、大変不安な半額サイバスター。パッと見は普通だぞ。説明書が一番上に来てるから、前の所有者は一回開けたんでしょうね。ランナーもちゃんと袋に入ってるし、見た感じ異常は見当たらないですね。これ初めて見たぞ。浜北鑑定団のおみくじじゃん。当たった。初めて当たった。ちょっと嬉しい。ランナーを見ていきたいと思います。ランナー構成はこのようになっています。13枚のランナーとポリキャップのランナーが2枚です。ABS は使われていません。発売が2006年なんで ABS 別に使ってても良さそうな時代な気はしますけれども、このキットはポリキャップを使ってますね。ちなみに2006年発売のマスターグレードだとクロスボーンガンダム X1 が発売のようです。ランナー眺めてて気になったのがこちらの部品、無垢の塊なんですよね。リミテッドモデルみたいな部品だな。これは一体何なんだっていうか、よくこれを成形できたな。すごいな。何に使うんでしょうね、これ。不思議です。説明書の指示によると、組み立ては肩からなので、早速作っていきたいと思います。今回はサクッとパチ組みで仕上げたいと思います。ポリキャップにノンスケールサイバスターって書いてありますね。サイバスターのためだけにこのポリキャップを起こしたのかな。すげえな。ランナーと説明書を眺めてて気づいたんですけれども、このキットほとんどの部品がもうお腹割りですね。合わせ目がどれぐらい表に見えるかっていうのもちょっと気にしつつ作っていきます。白いランナーを切った感触も特におかしいところはないですね。至って普通のプラモデル用のプラスチックの感覚だと思います。上腕もバッチリモナカ割りですね。関節をモナカで挟み込む。これ塗装組にはちょっと辛い構造なんじゃないかな。上腕と肘関節の接続がボールジョイントなんですけれども、ちょっと径が小さいような気がします。肘関節もモナカなんですよね。合わせ目消して塗装までしたいってなると、これはだいぶ辛い気がするな。前腕もモナカですね。よいしょ。はめ合いは全体的に硬い気がします。武器屋って勝手なイメージですけど、はめ合い硬いっていうイメージがありますね。手首がはまらん。えあれ
ダメじゃん。開いちゃうじゃん。あれ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 、これはちょっと調整が必要かな。肩につくこの部品がですね、すごく細長いんですけれども、先端がですね、見ていただけたら分かるようにくっつかないっす。開いちゃう。どうしても開いちゃう。ちょっと部品が反ってますね。まあ気になる場合は接着すればいいかと思いますけれども、今回はこのままいきます。説明書の順番でいくと武装は最後なんですけれども、今回は手首を先に作っちゃいたいんでまとめて作っちゃいます。頭身のシルバーのランナーが発色がすごく綺麗です。塗装してるわけじゃなさそうなんですけどね、かなり綺麗なシルバーのランナーですね。武装に埋められてる緑の宝石をちっちゃい部品できっちり色分けしてるあたりが非常に不気闇を感じますね。なくすなくす。これなくしちゃうよ。怖え。ちっちゃい。これ机の下に落としたら見つける自信ないな。慎重に行きましょう。慎重にやっても落とすときは落とすんですけどね。よいしょ。よいしょっと。よいしょ。腕回りが完成しました。形状はこんな感じです。全体的にモナカ割りで合わせ目はバッチリ出ますが、造形は素晴らしいですね。さすがといったところです。可動も時代を考えると結構動くような気はします。肘は90度しか曲がらないですけどね。ロール軸が至る所に仕込まれてます。手首はボールジョイントです。肩幅ここ開いてるんですね。知らなかったです。稼働するかと思いきやそういうわけではない。で手首は握り拳と平手と武器持ち手が付属しております。武装はこのディスカッターしかついておりません。残念ながらハイファミリアはありません。続いて足回りを作っていきます。この謎の部品を使う時がついに来ましたね。すねの中に収めるようですが、これ別に外から見えるような部品でもないし、そういうことか。わかった。重りだ。これ重りですよ。これがないと後ろに倒れちゃうんだ。足の爪は見事なまでに尖ってるんで、油断すると指に刺さります。気をつけましょう。パーツがビンビンに尖ってるあたりは非常に不気味を感じます。膝関節も挟み込みですが、太ももはデザイン上合わせ目が気にならないので、もし塗装しようと思った時は組み立てずに塗装するのがいいんじゃないかと思います。スネアーマーの赤く色分けされた部分も別部品になっていますが、この部品が小さい、尖ってるでですね、なくしそう、折りそう、怖い。慎重にいきましょう。なくそう。飛んでった。よかった、なくしてませんでした。いや、これはめづらいですね。もう大変不気味を感じます。足回り完成いたしました。股関節はボールジョイントで、ここにロール軸があります。膝関節は第1段階でこれぐらいで、引き出しがあって第2段階でこれぐらい曲がります。90度ですね。足首はボールジョイントとなっています。で爪はすべて稼働します。かっこいい。かかとは動かないです。足首は天の形状もあるんで大胆には動かない
かなといったところですね。続いて頭部の組み立てになります。顔面はツインアイ周りが塗装済みですね。パチ組派には嬉しい気遣いだと思います。トサカ周りの部品が細くてビンビンに尖ってます。正直ゲートカットするのも怖いレベルです。折っちゃいそう。怖い。頭部完成してこんな感じです。もうビンビンですね、ビンビン。机から落としたら一発で折れるんじゃないかってぐらいビンビンです。怖え、触りたくねえ。これだけビンビンだとぶっちゃけ組み立てる時もすっごく気を使います。続いて胴体の組み立てになります。ちょっと動画長くなってきたんで、ここからはサクッと流しますか。胴体周りを作ってて面白いなと思ったのはこのフロントアーマーですね。ミルフィーユ状になっているのを板を本当に重ねて再現しているという、よいしょっと、こういう感じです。これ面白い。胴体完成いたしました。ビンビンですよ、ビンビン。怖い。折りそう。腰はボールジョイントなんですけれども、デザイン上あんまり動かないです。少し表情付けできるレベルです。腰アーマーは引き出すことでもうちょっと動くんですけれども、引き出しを使わないとこんな感じですね。よく再現されてる。かっこいい。フロントアーマーも少し動きます。続いて尻尾部分を作っていきます。ここ正式名称がテールヘッドというらしいです。尻尾なのに頭。ロボット状態だと尻尾で、サイバード状態だと頭だからテールヘッド。なるほどね。サイバードの頭周りもきっちり色分けされてて、さすがといったところですね。かっこいい。最後になります。主翼を作っていきましょう。スラスターではなく主翼のようです。表面と裏打ちパーツのセットが全部で6セットあります。裏打ちパーツもちゃんとディテールが入っててかっこいいですね。最後の1個を重ねまして、これで片側完成です。重い。これは重たいな。そりゃすねに重りが必要なわけだ。部品が出揃いましたので組み立てていこうと思います。下半身からいきますか。主翼はこの重さを支えるためだと思うんですけれども、めちゃくちゃはめ合いが硬いです。これで入ったかな。完成しました。寿屋のノンスケールサイバスターです。2006年の発売ということもありまして、基本設計はちょっと古さを感じさせます。それゆえに合わせ目が結構見えちゃったりですとか、可動範囲もそれほど広いというわけではないんですけれども、見てください、このビンビンに尖ったサイバスター。めちゃくちゃかっこいいっすね。このかっこよさの前にはね、合わせ目がちょっと見えるとかそんなことはどうでもいいっすよ。可動範囲がそんなに広くないっていうことも言いましたけれども、そもそもですね、ビンビンに尖ってるところが折れそうで怖くて動かせないです。というかもう触りたくないです。マジで折れそう。あとはそうですね、ハイファミリアがついてないのだけが個人的にはちょっと残念かなといったところです。そうそう、完成させて気づいたんですけれども、こいつサイバードに変形しないんですよね。後から発売された144分の1のサイバスターは変形するんで、ちょっと写真を持ってきましたけれども、リアル闘神だと、そう変形しなくていいかな。今となってこのキット最大の弱点はもうレアでなかなか手に入らないといったところでしょうか。まさかね、バンダイからサイバスターが出るなんて思いもしなかったですね。
武器屋からの再販っていうのはもう厳しいかもしれません。残念です。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。合わせ目を消して塗装をする場合は肘と肩関節周りだけ気をつければ案外難しくないのかなという気もしたんで、生きてる間に気が向けばやってみようと思います。ただね、これね、壊さずにバラす自信はないっすね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。